さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、チョコチーズタルト、こちらをご紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、18センチで底が取れるやつですね。これ100円ショップとかにも売ってるので、できれば用意しといてください。はい、これタルトの土台になるんですけど、これ市販のクッキーですね。クッキーをジップロックに入れて、軽く蓋して、ちょっと穴開けといた方がいいです。空気が逃げるんで。で、これ潰します。結構細かくして、で材料のチョコレートを事前に溶かしといて、それを合わせるっていう作り方をしていきます。はい、これぐらいですね。結構細かく砕いてください。でここにチョコレートを入れるんですけど、皆さん普通バターとか入れると思うんですけど、はい、これ今入った状態ですね。でバターじゃなくてチョコレートを入れるのは、チョコレートを入れた方が味的にも美味しいですし、このチョコレートが水分吸わないでカリカリの状態を保ってくれるのでチョコにしてます。でこれしっかり混ぜて、クッキー全体にチョコがなじめば OK です。はい、これ全部コーティングできたやつなんですけど、これぐらいしっかりコーティングされてればバッチリ大丈夫です。はい、コーティングできたら、これコップなんですけど、こういう後ろ平らなやつが良くて、へこんでるやつより平らなやつがいいです。これでこうやってちょっと押して、タルトの周りの土台を作っていく感じです。ちょっとやっていきます。はい、これこうやって押していくんですけど、側面はこれ親指かなんかでこう蓋をして、高さの部分でこうやって押していくと、こうやって側面の縁ができていくので、これを繰り返しやっていきます。でどんどんやってるとチョコレートが冷えてくるので、自然とどんどん固まってきます。はい、できました。こんな感じですね。側面と下と綺麗に入ってます。でこれを冷凍庫に入れて完全に固めてください。この後入れておきます。はい、じゃあこの後チョコカスタードを作っていくんですけど、これ卵黄ですね。卵黄にお砂糖全部まず一気に加えちゃいます。はい、こんな感じで馴染めばいいので軽く混ぜて、でここにふるっておいた小麦粉ですね。必ず事前にふるっておいてください。これ一気に入れちゃいます。でこれも馴染む程度に軽く混ぜてください。はい、これぐらいです。ガシャガシャ泡立てる必要ないので、これぐらいで大丈夫です。はい、そしたらこれ牛乳ですね。もう温めてないです。ただ冷たい牛乳を全部一気に加えます。で普通は温めたりとかするんですけど、今回は電子レンジで作るカスタードのレシピなので、もうこのまましっかり混ぜてもらって、でラップをしてもらって 600W のレンジで加熱していきたいと思います。はい、これ今1回やった状態なんですけど、見てください、これ全然何の変化もないです。ただまとめてチンしちゃうと絶対焦げちゃったりとか口どけが悪くなるので、ラップをもう1回してもう1回温めます。でまた途中で出してラップ半分開けて混ぜてっていうのを繰り返しやって加熱していきたいと思います。もう1回温めます。はい、これ今3回やった状態ですね。結構暖かくなってきてるんですけど、まだ中は固まったりしてないです。これしっかり攪拌してください。攪拌して均等に熱を加えるっていうのが結構大事です。まだラップして加熱していきたいと思います。はい、これ今結構暖かくなってきて、見てください。ちょっとふるっとだけしてきてるんですけど、これもしっかり混ぜてもっと加熱していきます。ここもしっかり混ぜることが大事なので、口どけ良くなるので必ず混ぜるようにしてください。まだねちょっととろっとしてるんですけど、この後も加熱していきたいと思います。さあ見てください、これほら結構ブルブル、わかります？これも混ぜてめちゃくちゃ熱いんで気をつけてください。しっかり混ぜることによって滑らかになる。何回も言ってるんですけど、めちゃくちゃ大事なことなんでしっかり混ぜてください。はい、いい感じです。はい、これ今加熱し終わった状態なんですけど、まずここに材料のチョコレート全部一気に加えちゃいます。
でこの熱で溶かす感じですね。なので刻む必要も全くないです。もし大きいこう塊のブロックのチョコだったら刻んでもいいと思うんですけど、もう全然そのまま入れちゃって大丈夫です。でここにチーズも全部一気に入れちゃいます。はい、これ今入った状態ですね。でこれもその熱が加わるとどんどん溶けていくので、少しずつ混ぜて滑らかになるようにしていってください。はい、これ今全部混ざった状態ですね。こんな感じで、これをさっき作った型の中に流して一旦もう出来上がっちゃいます。こんな感じですね。この後流していきます。はい、これ冷やしといた型ですね。でこれがちょっとまだあったかいので、これ冷凍庫に入れといたんですよ。そうするとこれ自体がすぐ冷えるので、型は冷凍しといてください。ここに流していきます。はい、これちょっと2位なんですけど、これ卵黄と牛乳ですね。でこれをちょっと溶いてこの上に乗せます。でこれ何してるかっていうと、これ今冷凍しといたやつなんですけど、全然固まってないです。でこれ表面がちょっと乾いた状態になるので、表面にこれ塗ってあげて焼くとすごい綺麗な香ばしい感じに焼けるのでおすすめです。でその香ばしい感じの方が結構美味しいんで、皆さんぜひこれちょっと手間なんですけど塗って焼いてみてください。結構ね、縁までやっちゃって大丈夫ですよ。この方がしっかり焦げるんで。こんな感じです。これを焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。さあできました。めちゃくちゃ美味しそうです。見てください。ほら、すっごい柔らかく綺麗に焼けました。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。うまそう。うまい。食べると結構サクサクだねこれ。口どけもいいしおいしい。さあこれポイントのおさらいですね。これカスタードを作ったんですけど、カスタードレンジで何回もチンするじゃないですか。その回数だけしっかり守ってやってみてください。そうするとこう混ぜていくと口どけの良いカスタードがしっかりできて、その後チーズと合わせるとめちゃくちゃ美味しいクリームになるので、そこ結構おすすめです。であともう一個、これ型に流してから結構冷やしたじゃないですか。でしっかり冷やした方が美味しくなります。でそのままも全然食べれるんですけど、その後ちょっとこう任意で卵黄とか塗ってもらって焼くと表面が結構パリッとして焦げ目もついて美味しくなるので、それも守ってぜひやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。